こんにちは。大学の翔也です。今回はこの大きな出窓をね、小さな窓に変えて、この入り口のドアを片引きに変えていきたいと思います。まずドアとか建具とか先にガラス系統の入っている部分を外します。昔はね本当にこのドアが多かったですよね。今はね片引きの方が断然多くなりましたよね。使いやすいということなんですよね。このうちの場合は外に小さな物置がついてるんですけども、ドアであったためにこの動きが本当に悪かったです。今度は片引きに変えてやって外でも広くなるように変えていきます。ドアとか建具類はサッシの内側に入ってますからすぐ外せるんですけども、サッシ本体の枠は外壁を外さないと外れないっていうことですよね。家を建てて次にする仕事がこのサッシ入れですよね。順番からいきますと、最初にする仕事を外すんですから、その後にした仕事は全部ばらさないと外れないということなんですね。40年前の外壁はね、見てわかる通り荒壁はついてますけど、下見板が張っただけですよね。防水シートがないってことですね。この40年前のこのうちの家をした時は 100% 言えませんけども、多分なかったと思います。ここから何年かして外壁に防水シート、紙を貼るんだよね。家を紙で巻くんかい。たくさん全部笑いました。でもこの紙はすごいですよね。湿気は通すけど水は通さない。台風が来ても持つんですよね。うちの家ね、7月に立ちまいして12月まで掘ってあったんですよね。そしたら台風に何回か遭いましてね、土壁が相当傷んで落ちたんです。今これめくってみるとね、外のあちらこちらがやっぱ雨風で流れたのが分かりますよね。でも土壁は湿気は吸ってくれますしね。そして耐震にも結構いいんですよね。三尺1枚で筋替え1枚の4分の1の力があります。ですから土壁だけでも40枚ついてたら筋替え10枚入ってたのと同じになります。この後からつけた物置のね、たるきがきがもうサッシとこの窓とドアをね上から押さえてたんですけども、思ったよりね簡単に取れました。これをかけとるんやな。横も余裕あるやん。ドアはね、半分に切ってやって、どっちみち上も押さえてますし、下もコンクリに埋まってますからね。こういう場合はもう半分に切って、下は無理やりめくってやって、上も引きちぎるように取れます。解体はね、より簡単に取れるように砕けばいいんです。これありな。場所と現場によるな。これでドア一組と窓解体できました。今度はね、横手の出窓を抱いてきます。それこそね、外資の炊事場必ずって言っていいほど出窓がありましたね。この出窓はそこにステンが貼ってありますしね、物がたくさん置けます。取り付けも簡単。本当にこれ人気ありましたよね。どこの家もこの出窓がついてましたね。
出窓周りの下板は外すの大変でしたね。周りが狭い。初めつけた時はね、全然狭くなかったんですよ。普通につけて、その上にサッシをつけて、最終的にパッコまでここにひっついたんですよね。で今となってこれ砕こうと思うと、下も狭いし上も狭いし、下板めくるのを苦労しました。でもめくらないとね、サッシの場合は大きな釘が振ってあるんで外せないんでね。出窓全体はね結構重いんですけど、この屋根なら屋根側底板べっこべっこで砕いてあればね、そう大したことなかったですね。思っとったより簡単に砕けました。これで古いサッシが全部ばらせたので、今度新しいのをつけてきます。まずは型引きからですね。型引きをつければもう本当に楽になると思います。でもこの型引きはね、ちょっと少し変則的な形をしてるんでね、散歩というか人当たりがないっていうことですね。分かったよ、ほら。5輪切れ。こっちの方が高い。高さ的にはね、サッシ受けの金物で少し微調整してやれば土間点が収まります。ラッキーでしたね。大体は土間より下がりますから、本体はもっともっとこのコンクリをね書かないとつかないんですけども、実際のドアが下がってましたから少しの調整でうまくいきましたね。高さは下だけで調整できるんですけども、古い建物にサッシをつける場合は縦も横も通ってるってことなんですよね。ですからこの前後左右きれいにされてやらないと、いくら水平にしても建具がきちっと収まって鍵がかからないんです。新築みたいにまっすぐなところに横の環状だけをしてつけてやる、そんな簡単につけるわけにはいかないんですよね。まず一方方向の縦を見てやって、そしてつけるときはその面にサッシを厚めずに合わせてつけてやる。なかなかね言葉では言いにくいんですけども、とにかく水平とまっすぐをきちっとつけてやる。狂いを直しながらつけるんですからね、やっぱ時間はかかりますね。今回新しくしたサッシはアルミ樹脂サッシですね。アルミ枠なんですけども、室内側だけ樹脂がかぶっているサッシですね。昔のサッシと違ってね、今度は結露はしないと思います。今まで入っていったこの出窓のサッシなんかね、冬にストーブ焚きますとね、本当に結露しましたね。何もないとこから真水を生み出す水製造機みたいなガラスでしたよね。これで室内のカビなんかほんとなくなりますね。建具一本にしてもね、2人でもやっとですね。重いです。せーの、あの溝に溝入れたらええやん。溝が見える。入れや。なんかハマってます。こ
こちらの出窓の入っていた部分には小さな窓を入れます。1300の高さが370のサッシが入ります。下の方に低い位置に入れます。キッチンからはね20センチは上がると思うんですけども、もう今のキッチンにはね小さい窓がないタイプも多いですよね。昔はもう必ず正面から明かりを取る、そればっか考えましたよね。それに物も置けたらっていうことで出窓が流行ったんですけどね、この頃はキッチンパネルの綺麗なの貼りますからね、かえって窓なしでスカッとフラットになってる方が綺麗なのは綺麗ですよね。こちらの窓枠もね、先ほどと同じようにレーダーで見て骨組みを作ります。こういう窓の場合はね、骨組み作るのは楽です。レーダーで立ち見るのも楽ですしね。で、間柱はグラスウールを入れたいんで、105寸ぐらいの間隔で入れてやります。このように小さな窓でもね、止めるときは必ず直角を見てあります。小さいからといって直角が出てるとは限りませんから。そしてこの今のサッシは内側からサテンがはめれる、これがいいですよね。それこそ昔は考えられなかったですよね。必ず内側から入れて外の戸を後から入れたんです。それか2枚合わせて同時に入れるか。1回の場合はいいんですけど、2回の場合でしたらもう大変苦労しました。それがもう内側から2枚とも入るってことなんですよね。そして防水シートを貼ってあります。ここだけね防水シート貼っても何にもならんのですけどね、この防水シートは雨よけではないです。このまんま 2,3 日過ごさないとダメですから、風よけのために防水シート貼ります。これで一段落ですね。そしてサッシの周りにウレタンを打ってあります。ウレタンもね拭くときはいいんですけど、体積がもう2倍3倍になりますから正直膨れて出てきます。でも邪魔な部分はカッターで簡単に切り落とせます。これでサッシがついたんでね、やっと床が張っていきます。以上、大学翔平でした。